RC 統合。どうもじゃあ。こんにちは。ラジコンどうもです。松井坂です。はい、松井坂さんまたやってまいりましたね。はい。先日挙げたアクティブサス搭載したマシーンでカリオストの城を再現というね動画の方があったんですけれども、そちらの動画の方の再生数が10万再生を即超えちゃったのでね、ちょっと特別にそのマシーンの中をよく見せてもらおうかなというふうで思ってるんですけどね、今日ね、どういう感じで作るかっていうのをね、ちょっと教えてくれると思いますんで、その辺のところをねちょっとがっつり見ていきたいなと思ってね。前回はね結構サクッとしただけだったんで、その辺の中の方をちょっとじっくり見ていきたいなっていうふうに。面白いって言ってくれる方がたくさんいたので、全然真似されて結構なんで、作ってみたい人は本当特別な技術を使ってなくて、簡単に作ってますので、見たらこんなもんかっていう内容かもしれないですけども、動きとしては面白い動き出るので、我はという方はやってみてください。そうですね。実際にね、海外からも何件か売ってくれっていう声があったんですけど、これで金儲けをしてるとかね、そうですね、そういうわけじゃないにも、ただ好きなものが作りたいだけなんで、松井坂さんは実際見てもらうと、そのお金を出して買ってもらうほどのクオリティがないので本当に恥ずかしい。欲しい人は自分で作るか、ちょっと手先の器用な人が周りにいたら簡単に作ってもらえるので、試してみてください。マシーンの方をね、見せていきたいんですけどね、これ前回からねこちらのマシーンなんですけれども、前回から変更点ありません。変更点あるのはここのラジコン統合のステッカー貼りました。これなんか都市伝説でいいじゃないですか。ラジコン統合のステッカーを後ろに貼ると加速が良くなって、前に貼るとコーナリングが速くなって、横っちょに貼ると角度が決まるっていう伝説がある、都市伝説があるらしいんですけど、本当ですか？嘘だって思う人はお試しにラジコン統合でステッカー買って貼ってみてください。ラジコン統合ステッカー格安で売ってるんで、そうですね。これで速くなれば儲けものだと思いますので、皆さん試してみましょう。これね、前回キャンバストップにしたルーフを切ったところですよね。坂部君が伊坂さんの奥さんのパンツなんでちょっと興奮してた代物なんですけどね。ちょっと触るとふにゃっと柔らかいのでじゃあね、外側はねこんな感じでみんな見てると思うんですけど、実際知りたいの中だと思うんですね。ボディはタミヤの製品です。シトロエン 2CV のチャールストンってやつを、チャールストン、今普通に市販されてます。売ってます。まずボディ外していきますね。まずフロント周りからですけど、まずシャーシですね。シャーシは前にも説明しましたけど、倍率 S のバルクヘッドとギアボックスがつくようにサイズを 239mm のホイールベースになるように作ってます。 239mm ね。ってことはこれ例えばアディクションさんのやつとかで240に縮めれるやつとかもあるんですね。あれ使ってもらえば結構楽ですよね。それも考えたんですけど、買うより作った方がいいかなと思って作っちゃいましたけども、特徴的なのはここですね。サスアームのギリギリまで切り込みを入れて、極端な話、サスアームがフリーの状態だと真下まで向くぐらいに。なるほど。要はリバウンドストロークを稼ぎたかったので、ここ全く規制されていません。自由にブラブラ動きます。フロントもちょっとこっち側にやってみていいですか。でサスアームがフロントはですね、これさくらの D5S の標準幅のものを使ってます。実はもうこのミニ M サイズのサスアームも出てるんですけども、ちょっと手に入らなかったんで、さくらのものをロアもアッパーも切って使ってます。ちょっとこの辺は加工が入ってますけども、じゃあこれちょっと切ってるってことですね。そうですね。なるほどなるほど。両端を切って穴開け直して YD2 のナックルがつくようにしてます。なるほど。これで幅が今165ミリぐらいで、このボディに合わせてあります。YD2 のナックルですね。でサスは前回も説明しましたけども、この上のモノサスですね。このモノサスの上のこの取り付けのところって穴開けた？いや、これですね、穴開いてるんですよ。これ坂部君に教えてもらったんですけど、ちょうどいいとこに穴開いてるんですね。桜 D5 です。アッパーアームに穴開いてるんです。それを利用してモノサスにしてるのね。これでこのロールした時にもう全く抵抗なく自由に動くんですね。この左右方向には。そうだよね。縦方向にはスプリングが効くんですけども、横にはスプリングが全く効かずにもうグタグタに動くと。なるほどなるほど。で次はどこ行く？リアですね。リア行きましょうか。こういうふうになってまして、
これみんな皆さんちょっと勘違いしてる人もいるみたいで、ボディだけ動いてるように見えるんですけども、実はこれここのショックタワーが動いて、見えますかね。真上から見てもらうと、今ほぼですねシャーシが地面するぐらいまで今傾いてるんですね。はい。こうやってみると、はいはいはい。ただこれだけだとまだ実写のシトロエンまでいかないんですね。実写のシトロエン FF なんで、リアのサスのストロークがめちゃめちゃあるんですよ。ただドリフトなんでどうしてもリア駆動になっちゃうから、これ以上傾けようとするともうこのドライブシャフトの角度がつきすぎてタイヤが回らないんで、もうここが限界だったんですね。これが限界ですね。で今こっち側のロッドでこのショックタワーをどのロッド？ここですね、こいつ。このロッドね。引っ張り上げてますよね。そうですね。で、こっちが下がってこっちが上がるという状態で今こっちに傾いてます。で逆にこのロッドはこのボディマウントをこっち側に引っ張り上げてるので今こう傾いてますよ。要はこのロッドがこういうふうにボディマウントにつながっている、ここでこういうふうにつながってます。それでこのボディマウントにボディが乗るので、ね、実際のところはこういう形で、そうですね、こうなるっていうね、傾くんですね。フロント側はさっき言ったように自由に、フリーなので、これにリアに合わせて傾いていくっていう。これか、こっちが元のサスタワーにこれはさくら D4 かなんかね、D4 のうちにショックタワーがあって、でこれもう一個ね、これでフロントのショックタワーをこういうふうに穴を開けて、ここでズドンとやってここでこういうふうに動くようになってるっていうね。でこれをどう制御してるかっていうとですね、制御方法はこのサーボにこっちにこの1個ついてるんですけども、このサーボに対しては1個ですね、このジャイロがついてます。このジャイロ自体は受信機が8チャンネルの受信機で一方空きチャンネルがあるんですよ。で空きチャンネルでもうこっち側の制御関係なしで電源さえ与えてやればジャイロで勝手に動くんですよ。でその動き方を制御する原因だけ4チャンネルで制御してるっていう使いますよ。なんで4チャンネルのところにジャイロの制御だけ入れてるんですよ。1本だけの線があるじゃないですか、センサーだけの線、あれを4チャンネルに入れれば、こっちの4チャンネルの原因で、そのプラスマイナスで要はこのロール量調整できるんですよ。なるほど。でもうサーボ側はどこでもいいんですよ。電源さえ取ればジャイロが勝手に動かしてくれる。なるほど。でその動き量だけ4チャンネルで調整してるっていう。今4チャンネル今プラス38とかなんですけども、これでもう十分こう動くんですね。でこれ例えば0にしたら、4チャンネル0にしちゃうと、もうこれ動かない。100にすると100にするとすごい過敏に動いてくる。このサーバーは普通の安いやつ？そうですね、いつからうちにあったのかわからない、もう本当に20年前ぐらいの。ちょっとゆっくりした感じのやつ。これがちょうど良かったんですね。のたって動くんで、このプルプルがなくなってこうボケたようなサーボを使うといいですね。そうですね、ボケたっていうか、古い、これアナログなのかな、デジタルなのかな、多分アナログですよね。あとはこのハンドルは今ここの根元にマイクロサーボがついてて、マイクロサーボはこのサーボから分岐して直接つないでます。線が二股になってるんですね。要はこのジャイロでこいつ動かしてるじゃないですか。カタ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 。これの線をそのまま途中にこいつを割り込ませてつないでるだけなんで、要は1個のジャイロで2つ今動かしてます。そういうことね。この辺は斉藤さんが詳しくて、こうやってやれば動くよって教えてくれたんですけど、このハンドル切ってる方向と同じ方向にハンドルがくるくる回ると。確か回ってます。このメーターパネルも手作り全部斉藤さんが削り出して作ってくれたという。あとはそうですね、特にはもうこの辺は YD2 そのままで、YD2 そのままなので、メインのジャイロは302使ってるんですね。あとちなみにこのクラリスはメルカリで700円で買いました。難しいですね。落としそう。
OK です。はい、こんな感じです。ありがとうございます。はい。